本日は株式会社 GS ユアサコーポレーション2024年3月期第3四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日のスピーカーは取締役 CFO 松島です。本日の内容につきましては質疑応答を含めて録画させていただき、後日ホームページ上に掲載させていただく予定になっておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。はじめに、松島より決算についてご説明した後、質疑応答を行います。松島取締役、よろしくお願いします。皆様、こんにちは。GS ヤサコーポレーションの松島でございます。本日はお忙しいところ、決算説明会にご参集いただきましてありがとうございます。本日はですね、アナリスト、そしてファンドマネージャー、さらには新聞記者の皆様にお集まりいただいております。日頃より大変お世話になっております。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。それでは、本日発表いたしました、弊社の第3四半期の決算につきまして、ご説明をさせていただきます。合わせて、同時に発表しております、連結業績予想の修正、さらには配当の増額ということにつきましても、合わせてご説明を、ご報告をさせていただきたいと思います。スライドの方をご覧ください。売上高につきましては、4116億円。前年対比で367億円の増収でございます。営業利益につきましては、294億円。104億円の増益。経常利益が290億円。こちらも129億円の増益でございます。四半期純利益につきましては、177億円ということで、ほぼ100億、99億の増益となっております。大幅に増収増益でございます。傾向としまして、売上高及び営業利益の増加要因を掲載しております。販売価格の是正、そしてハイブリッド車両のリチウムイオン電池の販売数量の増加、こういった要因によりまして、売上高、そして営業利益、大きく増加をしております。また、この営業利益の増加に加えまして、経常利益、純利益につきましては、持ち分法損益の改善、為替差損益の改善といったところを主要因にいたしまして、増益となっております。次お願いいたします。こちらがもう少しブレイクダウンした PL でございます。合わせて右側に通期の業績予想、こちらの方も掲載をしております。業績予想も合わせて、後ほど詳細についてご説明を申し上げます。ご覧いただいております通り、売上高、各段階利益とも過去最高を更新をしているという状況でございます。次お願いします。営業利益の増加要因につきまして、山高表で示しております。今回、原材料の高騰はあったんですが、それに、あと経費の増加ですね。といった要因もございましたけれども、それに対する売価是正、そして数量構成の一部変化といったところも大きく寄与しておりまして、約100億ほどの増益というふうになっております。次お願いします。先に営業利益から下でございます。営業外損益、そして特別損益の状況につきまして少しご説明をさせていただきます。営業外収益につきましては、持ち分法による投資利益、こちらが前年から30億改善しております。この中で、中国事業の見直しに伴いまして、一定の利益が出ております。一部、前期ですね、訴訟費用を計上しておりましたが、一審に差し戻しになりまして、訴訟費用の引き当て戻しを一部行っております。さらには、今回、全株売却をした持ち分法適用会社、こちらで債務免除益がこちらで出ております。一方で、特別項目でございます。
特別利益におきまして、投資有価証券の売却益、約16億出ております。政策保有株式の一部縮減ということで、売却を行っております。これに伴う利益でございます。また、関係会社出資金譲渡益ということで、こちらも中国事業の見直しの一環でございます。この譲渡に伴いまして、これかなり前から保有している株式でございまして、為替換算の差益が今回実現をしたというところもありまして、15億のプラスとなっております。一方で、特別損失でございますけれども、関係会社の事業整理損ということで、29億の損失が発生をしております。こちらにつきましては、合弁会社の売却に伴う損失ということでございます。次お願いします。こちら、セグメントごとの業績、業用でございます。売上高、営業利益とも増減のところをご覧いただきますと、すべてのセグメントにおきまして増収増益となっております。自動車電池の生産につきましては、いわゆる新車の増加、これはサプライチェーンの回復に伴うものでございます。新車が増加をしております。また、鉛価格につきましては、LME の方は安定的に推移しておりますけれども、円安の影響を受けまして、鉛価格につきましては、国内の鉛建てにつきましては高止まりをしております。為替は円安基調が継続をしておりますが、当社のグループ会社におきましてトルコの拠点がございます。こちらにつきましては逆に、リラ安円高ということで、リラのどっぽ安があったというところではございます。次お願いします。それでは各セグメントにつきまして、順次ご説明をさせていただきます。まず自動車電池の国内でございます。売上高につきましては、書いておりませんけれども、58億の増収。そして、営業利益は10億円の増益となっております。商業といたしましては、新車向けが、半導体不足解消等によりまして、販売台数が回復をしております。これに伴い、販売数量が増加をしております。補修向けでございます。こちらは物量が若干、減少しておりますけれども、いわゆる売価見直し、売価是正が進んだことによりまして、売上金額としては増加をしております。これに対して営業利益もですね、売価是正の効果によりまして増益となっております。次お願いします。自動車電池の海外でございます。こちらも売上高につきましては、約8億円ほどの増収。そして、営業利益は32億円ほどの増益となっております。欧州、そして、オーストラリアといったところが、販売数量が堅調に推移すること、そして、総じて、この欧州、豪州含めて他の地域でも売価是正が進んだといったところで、売上としては伸びております。これに対して、営業利益につきましても32億ほどの増益ということでございまして、今申し上げました売価是正、これが非常に効いております。コストアップ以上の売価アップができたということでございます。特に先ほどリラ安ということで触れましたトルコ拠点、こちらの方で売上高、営業利益とも大きく上振れをしております。次お願いします。産業電池電源セグメントでございます。こちら売上高で約78億円、営業利益で約31億円の増益となっております。売上高につきましては、いわゆる常用分野と呼んでおります。蓄電 ESS 用のリチウムイオン電池の販売が増加をしております。非常用につきましては、売上高としては、民需、幹需ともまず堅調に推移をしております。そこに加えまして、コストアップに伴う売価是正、これが今年度寄与をしております。
フォークリフト用リチウムのバッテリーにつきましては、物量としては減少しておりますが、こちらも売価是正が一定進んでいるという状況でございます。これに対しまして、営業利益につきましては、常用分野 ESS の増販に伴う利益増、さらには全般的な売価是正、これは常用、非常用、フォークリフト、いずれにおきましても、売価是正が進んだということで、増益となっております。次お願いします。主催のリチウムイオン電池でございます。こちらが売上高で約177億円ほどの増収。そして、営業利益では14億円ほどの増益となっております。売上高につきましては、ブルーエナジーで生産をしておりますハイブリッド車用のリチウムイオンバッテリー。こちらの物量が大きく増えております。新車メーカーの半導体不足の解消も相まってですね、物量としては伸びております。ただ、計画対比では今、今年度は若干へこんでいるというところが実態としてはございます。プラグインハイブリッド用のリチウムイオンバッテリーにつきましては、物量としては減少しております。ただし、売価是正は一定進んでいるという状況であります。また、今年度 EV 用のリチウムイオンバッテリー、これは三菱自動車様向けの商用車向けのリチウムイオン電池の販売が再復活をしているというところで、物量が出ております。加えて、12ボルト用のリチウムイオンバッテリー、これは指導用のリチウムイオンでございますけれども、こちらが得意様向けの物量が大きく増加をしているという状況でございます。利益に関しましては、いろいろコストアップもございますけれども、売価是正、さらには物量の増加といったところも一定織り込んだ上で、今回、14億ほどの増益となったというところでございます。ただ、ブルーエナジーに関しましては、売上高、物量とも増えておりますが、経費のところが新工場の稼働も伴いまして、一定増えているという状況がございます。次お願いします。特殊電池及びその他でございます。売上高で約18億、営業利益で13億ほどの増加となっております。航空企業のリチウムイオンバッテリー、こちらは主としてエアライン向けの補修用、こちらの方が販売数量が増加をしております。また、いわゆる Mac 事業ということで、これはもともとセパレーターの技術をもとに、新事業として、発祥したものでございますけれども、こちら産業用のセグメントから、特殊電池及びその他の方に移管をしております。利益に関しましては、今申し上げましたエアライン向けの物量増、さらには、コーポレート関係、そして、研究開発費用等々が減少しているというところでの増益となっております。次お願いいたします。以上が損益に関わるところでございます。バランスシートについて簡単にご説明を申し上げます。この第3クォーター末の総資産は6100億円ということで、期初から比べますと690億円ほどの資産増となっております。皆様ご存知の通り、この11月、12月に公募増資を行っております。これに伴う影響も一定出ているという状況であります。資産サイドでいきますと、流動資産で501億の増加。内訳は、最も大きいのが現預金でございまして、これは公募増資に伴う現預金の増加ということでございます。需要期でございますので、売上再建、並びに他の資産が増加をしております。固定資産につきましては、土地の取得、そして、これは今現在京都地区、本社の京都地区の古い工場、建屋を建て直しを行っている関係、さらには、ブルーエナジーの第二工場の設備増強といったところで増加をしております。投資有価証券につきましては、政策保有株式の時価アップ、さらには、本田様との合弁会社への投資といったところが主要因としまして増加をしております。
負債サイドにつきましては、右下に記載をしておりますけれども、借入金としては若干減っているという状況で、1000億を切るベースになっております。また、純資産の分でございますけれども、こちらは、当期利益の、四半期純利益の増加、中間配当の支払い、前期の配当の支払い、に加えまして、今回の公募増資の効果によりまし、影響によりまして、622億の増加となっております。結果としまして、自己資本比率は47.7% となっております。次お願いいたします。連結業績の予想の修正を今回、合わせてさせていただいております。売上高につきましては、前回、11月の時から変更をしておりません。トータル5600億のまま据え置いております。一方で、利益サイド、営業利益の方は大きく積み上がる見込みということで、プラスの50億積み上がりまして、425億。これはノレント償却前でございますが、400億を超えるレベルになってきております。主な増益のセグメントとしましては、自動車電池の海外、そして産業電池電源、リチウムイオン電池セグメント、さらには特殊電池及びその他という、この4つのセグメントで増益となっております。修正の、営業利益の修正の主な要因としまして、海外につきましては、欧州、豪州での売価見直しの影響等々もあるというところでございます。さらには、もともとの見込みよりももう一段積み上がる見込みであるということでの修正であります。産業電池電源、につきましては、常用分野が非常に好調であると。需要が非常に旺盛でありますので、売価についても、採算の方が改善をしているという状況であります。また、非常用分野での売価見直しが想定以上に進んでいるといったところも要因でございます。リチウムイオンバッテリーにつきましては、売上高としては据え置いておりますけれども、12ボルト用バッテリー、そして、これは産業用電池で売上が立っておるものでございますけれども、ESS、エネルギーストレージシステムの売上が増えたことによりまして、LEJ、リチウムエナジーの稼働率が上がっております。こうした状況を踏まえまして、今回5億ほど情報修正をしております。特殊電池及びその他につきましては、15億の増益でございます。広告用のリチウムイオン電池がさらに上振れる見込みであること。加えまして、管理部門の経費の削減がさらに進むであろうというふうな見立てを踏まえまして、今回、トータル50億の増益ということでございます。営業利益から下でございますけれども、経常利益につきましては380億ということで、60億の増益でございます。営業利益の増益に加えまして、支払い利息の減少、為替の改善といったところがございます。当期純利益の見通しにつきましては、営業利益、経常利益とほぼほぼ同額の50億ということになります。本来ですと、少数株主、そして税金等々のところでもう少し下がるところではございますが、今回、この第3クォーターで政策保有株式の売却もしているということ、さらには税金費用がですね、想定よりも減少する見通しであるといったところも踏まえまして、今回、当期利益につきましても大きく情報修正をさせていただくことに相なっております。また合わせて、年間配当でございます。当期利益が200億を超えるレベルということでございますので、従来、通期50円としておりましたが、60円ということで、年度末35円を45円に増額をさせていただきたいというふうに考えております。結果としまして、配当成功は24.8、総還元成功も26.6を見込んでおります。はい、以上が業績の予想の修正に関する内容でございます。
あと、トピックスといたしまして、公募増進に関する、結果のご報告を少しさせていただきます。今回、公募増進によりまして、調達した金額としましては396億となっております。株数でいきますと、2000万株弱となっております。一部、本田技研工業様に割り当てをさせていただいております。資金使途としましては、ヘブ、ベブといったところに当てていくということにはなろうかと思っています。今後、今回調達した資金をですね、しっかりとバッテリー EV 等々の成長分野に当てていくということを考えております。こちらは、増資をした際にも出しておりますけれども、今回増資をした目的と意義でございます。足元カーボンニュートラルの実現に向けて、グローバルで蓄電池の需要が急拡大をしております。これに対して我々もしっかり対応していくということで、そのための資金調達をする必要があるということで、今回させていただいております。これによりまして、さらなる成長機会補足に向けてですね、バランスシートの改善をしていく、強化をしていくということで、急拡大していくであろう、この BEV 領域、ここにしっかりと資金を振り向けていくということになるかと思っています。資金使途に関しては、下段に掲載の通りでございます。もう一つ、こちらも1月の末にですね、ニュースリリース、並びに開示をさせていただいております。リチウムエナジーインジャパンの再編ということでございます。従来、GS ユアサ51%、三菱商事様46%、三菱自動車工業様3%という株主構成でございました。今般、この三菱商事様と三菱自動車様より、この株式を譲り受けて、完全に100%子会社をした上で、リチウムエナジージャパンを解散させるということを決定いたしました。これによりまして、我々 GS ヤサのリソースを有効に活用してですね、このリチウムイオンバッテリー事業を効率的に進めていくということが最大の目的となろうかと思っています。三菱自動車様につきましては、引き続き GS ヤサとして、従来通り電池の供給をさせていただきます。合わせて、三菱商事様とも今後、社会インフラビジネスにおいてしっかりと共同していくということで、進めてまいります。はい。こちら、リチウムイオンジャパンの再編についてでございます。製造組織を、いわゆる GS ヤサ側の組織と一体化をすることで、リソースの有効活用を図ってまいります。今後、モビリティ、社会インフラの拡大に向けてですね、今までは大容量はリチウムエナジージャパン、そして小型がブルーエナジーという切り分けをしておりましたけれども、こういった境目もなくなります。大容量から小容量まで、様々な用途のリチウムイオンバッテリーを一元的に、開発製造していくということができる体制が今回できたということでご理解いただければと思います。これが、こちらの方がですね、リチウムイオンジャパンのこれまでの業績等々を振り返っております。今後、今ですね、足元リチウムエナジーは、価格非常に厳しい時代を経験しておりますけれども、足元は黒字化を果たしております。今後は、少数非支配株主から買い取ることによりまして、当期純利益の社外利率が一点なくなるということで、多少なりとも ROE の改善にはつながるという認識でございます。こちら、今後の三菱商事様、そして三菱自動車工業様との関係ということで、先ほど申し上げましたけれども、引き続き、しっかりと対応していきたいと思っております。三菱自動車様につきましては、
バッテリー V、そして PHEV はもちろん、すでにですね、ハイブリッド車のリチウムイオンバッテリーも供給を開始をしております。引き続き、三菱自動車様、その他の日系メーカー様にもしっかりと商品、製品をお届けするということで考えております。また、ESS 用のリチウムイオンバッテリーにつきましては、三菱商事様としっかりとですね、タッグも組みながら、電動車用の生産能力をしっかり振り向けていきたいということで、企業価値の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。以上をもちまして、私のご説明を終了させていただきます。ありがとうございます。それでは質疑応答に入ります。まず、投資家様、アナリスト様、からの順番でお受けいたします。これより質問の仕方についてご説明いたします。質問のある方は挙手機能にてお知らせください。なお、チャット機能からのご質問は受けておりませんのでご了承ください。それでは質疑応答を開始いたします。どうぞ。それでは、野村証券石本様、どうぞよろしくお願いします。どうもお世話になります。野村証券の石本です。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。ありがとうございます。私から3点、お願いいたします。まず1点目は給水の状況をですね、もう少し詳しく教えてください。特に産業電池のところと、あとは海外の部分が、非常に利益的にも出てですね、特に産業に関しては売り上げが強かったというふうに思います。こちらに関してですね、産業のところでどういったところが特に強かったのかっていうところですね。あとQ4の見方として、大体Q4に結構偏重になる傾向があったと思いますけれども、通期の計画を見ますと、そこまで Q3、Q4 で段差がないように思いますので、若干削れとかもあったのかなと思いますから、そういったところの踏まえてですね、産業と、あと海外の利益が良かった背景についても少し教えてください。これ1点目です。はい、一問一答させていただきます。まず産業でございますけども、今ご指摘の通り、第4クォーターに、このセグメントは売上利益が偏る傾向はございますけども、今回第3クォーターまででですね、相対的に、利益率のいい案件が、偏ったという側面は一定ございます。売上が強かったというところでいきますと、やっぱり期初に、前期に開示をさせていただいておりますが、いわゆる値上げ、がかなり浸透しているというところが非常に大きくございます。で、加えまして、いわゆる常用分野であります ESS、こちらの売上が非常に堅調、これは従前から申し上げておりますけれども、需要が非常に旺盛でございます。この需要旺盛を背景に、いわゆる採算の改善もかなり進んだというところが、今回の産業電池電源の最大のポイントかなというふうに考えております。一方で、海外セグメントでございますけれども、こちらはですね、かなり、売上利益も増加をしておりますけれども、実は特にですね、このトルコの拠点の増益というのが結構効いております。売上面でも、リラ安を背景に、この拠点はですね、実は、国内を去ることながら、いわゆる外向け、トルコからの輸出、これが非常にポーションとしても占めております。リラ安を背景に輸出が大きく伸びたということによりまして、売上高、営業利益とも大きく伸びてというところでございます。そして一方、もう一つはですね、オーストラリア。こちらにつきましては、今、オーストラリアはですね、メイドインオーストラリア製が非常に、市場から評価を受けておりまして、我々、オーストラリアで、鉛蓄電バッテリーの拠点を持っているのが、多分我々だけのはずです。他社は、全部輸入、オーストラリアから見ると輸入ということでございまして、こちらは我々の強みとして出ているといったところも、業績アップの背景にございます。また、今年度第2クォーターまでは非常に中国が厳しゅうございました。
こちらを無順法適用会社ということで70%の株式譲渡を行っております。これによって、赤字部分が一定下期消えるであろうという見立てといったところも影響としてあるのかなということでございます。総じて、売価是正、売価アップがさまざまな拠点でできているというのも相対的にあるかなというふうに思っております。以上でございます。よろしいでしょうか。ご説明ありがとうございました。それでは日経新聞、玉岡様、よろしくお願いします。日経新聞の玉岡です。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっと好調なハイブリッドと、あと ESS 向けで、こちら25年3月期、要するに来期の見込みについても、ちょっとそろそろ見通しも見えてきているのかなという部分もありますでしょうし、お伺いしたいんですが、まずハイブリッドの方は、今年も堅調だということで、25年3月期の方も、引き続き堅調な見通しでいらっしゃるのでしょうか。はい、ありがとうございます。ハイブリッド試合用につきましては、これは中期経営計画でも、言って、開示といいますか、ご説明しておるんですけども、今後、今、足元5000万体制、5000万セル体制から7000万セル体制に生産能力を上げていきます。その裏付けとして、それだけ販売先、販売物量が出るというところでございますので、24年度よりも、23年度よりも、24年度、25年3月期は、さらに伸びが期待できるというふうに我々は見ております。ESS の方も同様でしょうか。ESS はですね、こちらはですね、生産のキャパがですね、もうマックス今来ておりまして、今からその受注に間に合わせるためには、ちょっと設備投資が追いつかないという側面もありますので、できる限り増産体制を敷いた上で、今年度よりもさらに、伸ばしていきたいというふうには思っております。ただ生産キャパシティの関係で、どこまで伸びるかというのはちょっとまだ不透明な段階であります。ました。今期の見通しの引き上げの部分で少し言及があったかと思うんですが、ESS が売上が堅調で、旺盛な需要背景に採算の改善も進んだと。これは、工場の稼働率が上がったので、そこで採算性が改善したという、そういう捉え方でよろしいんでしょうか。ご指摘ありがとうございます。ご指摘いただいた側面もあるんですが、もう一つはですね、非常に需要が旺盛でありますので、いわゆる販売価格に関しても、売り手、市場な側面が一定あるというところでご理解いただければと思います。わかりました。ありがとうございます。あとすみません。もう一点だけ、値上げの部分に関して、自動車電池の値上げ、海外中心に浸透しているというところで、これはその市場環境として値上げが受け入れられやすいという側面もあるのか、あるいは御社が競合に比べてより値上げをしても競争力があるので、それを受け入れてもらっているのか、このあたり、もう少し詳しくお願いできますでしょうか。はい。海外は従前からですね、これもある意味カルチャーだと思うんですが、コストがアップしたら売価に反映させるというのが、割と商習慣としてはもう根付いております。そういった意味では、売価是正は、相当しやすい環境であることは間違いございません。ただ他社がどうかというところでいきますと、例えば、我々がかなりのシェアを占めている東南アジアなどでは、他社がついてこない場合でも我々値上げをしてですね、一定受け入れられているという側面はあるかというふうに考えております。わかりました。ありがとうございます。はい、以上です。続きましては、バンコブアメリカ証券、細田様、お願いします。はい、バンコブアメリカの細田でございます。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。
すみません、どうもありがとうございます。そしたらせっかくですので、私からも2点ほどお願いいたします。自動車用、車載リチウムイオン電池の事業に関してなんですけれども、中継の目標値でですね、25年、26年3月期、営業利益計画60億というのをいただいてたかと思います。この計画値ですけれども、現在供給されているホンダさんに加えてトヨタの2車種、そこにですね、プラスして、他の OEM2 社からの受注というのを示唆されてたかと思いますので、この4社を踏まえての数値という理解で正しいでしょうか。この60億の作り方というのをちょっと教えていただきたいというところが1点、です。これに加えてですね、直近、そのアメリカでもハイブリッドの増加というのがすごい顕著に見えてきているかと思います。この26年3月期 OP60 億に対する、アップサイドというものをどういうふうに考えていらっしゃるかというところも含めてご説明いただけると助かります。はい、ありがとうございます。細田様から今ご指摘いただきましたけれども、ハイブリッド車用の、この、販売先ですね、につきましては、この中継の見立てとしてはご指摘の通り、ホンダ様、トヨタ様、先ほど少し触れましたが、三菱自動車様、さらにもう1社というところで、4社をベースに、現在、第6次中継計画は組み立てられているということでございます。で、はい。どうですかね。英国力だいぶ増えそうで、はい。60億どうでしょうか。この60億の水準に関しましてはですね、今年度、この23年度ですでに45億を狙えるところまで来ているということからしますと、先ほど申し上げた4社様のところへの物量が今後増えていく。さらに工場の稼働率がしっかり上がっていくということを考えると、十二分に可能性があるだろうというふうに思っております。加えて、今、足元出てきているのは12ボルト用のリチウムイオンバッテリー。こちらの販売数量の増加、そして売価のアップといったところで、今後、ある意味ちょっとダークホース的な製品になるかもしれませんが、割と今後の期待できる製品であるというふうに認識をしております。そういったところを総合しますと、この60億という数字というのは、相当程度、一定の角度があるというふうには現時点では考えております。以上です。どうもありがとうございます。ちょっと1点フォローアップで、この60億という数字は、26年3月期で、工場稼働率どれぐらいを想定されての数字になりますでしょうか。それはハイブリッド車用バッテリーについてということでしょうか。はい、ブルーエナジーのハイブリッド車用ですね。はい。そうですね。これ、物量としては徐々に増えていく格好になりますので、今でも、工場の稼働率が70から80ぐらいのイメージですので、それを稼働率を一定維持していくような、そういったベースでの稼働率の見立てになろうかというふうに思います。若干その設備ができて、物が流れるこのタイミングのタイムラグっていうのは、一定発生するのは致し方ない部分かというふうには思います。承知いたしました。ありがとうございます。そうしましたら、もう1点ですね、資本効率の観点からちょっとご質問させていただければと思います。御社の場合、特定投資株式でも島津さんであったり、三菱ロジネクストさんの株、合わせて150億ぐらい保有されていらっしゃるかと思います。この際、今回ですね、増資で400億程度、調達なさっていらっしゃいますが、この、増資を考え
考えられる際にですね、この特定株式の売却というのは検討に上がったのか、ところが質問でございます。御社の場合、PBR がやはり1倍以下という状態が続いていますので、その資本効率の改善の観点から、少し教えていただけると助かります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。政策保有株式の売却に関しては、この公募同士のみならず、従前からですね、どう進めていくのかという検討は毎期しております。で、前期もそうですし、今期も、この第3クォーターで、一定の株式の売却を行っているということで、特定の銘柄、どこの銘柄だというのをどうするというのは、この場では申し上げられませんけども、今後ももう一定程度進めていくという方向性に変わりはありません。ただ、この売却にあたってですね、無計画に、とにかく売ればいいんだということではやはりなく、売却、一気に売るとですね、それなりに税金が発生をしたりとかですね、そのあたりのところも、デメリットも勘案しながら縮減を進めていくというのが、私の考え方でございます。なるほど、承知いたしました。それでは、島津さんであったり、三菱ロジネクストさんの株式も、そういった縮減の、対象に、検討の対象に入るということで、理解をいたしました。どうもありがとうございます。検討の対象って今、申し上げましたが、すべての政策保有株式が検討の対象になるというふうにご理解ください。はい、承知いたしました。どうもありがとうございます。続きまして、大和証券、猪俣様、よろしくお願いします。はい、大和証券の猪俣と申します。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。私からも2つお願いしたいんですけれども、1点目がちょっと基本的なことで恐縮なんですが、産業電池電源のその ESS のところがすごく需要が旺盛という、その需要がそこまで旺盛な背景というものが、どういったものなのか、もう少し教えていただければというのと、この3ヶ月前と比べて、そこまで大きく変わったものがあったのかといったところなどお願いします。はい、ありがとうございます。3ヶ月前と比べて需要が変わったかというと、引き続き旺盛であるというふうにお答えします。この背景としましては、これはちょっと明確には年限は覚えてませんけども、数年前ですかね、2年前、1年、2年、何年か。いわゆる政府の補助金がつきましてですね、この蓄電池に対する補助金がついて、いわゆるお客様がリチウムイオン電池を使った蓄電システムを入れやすくなったというのが非常に大きい要因の一つではあります。で、こちら、今後も補助金につきましては、引き続き継続がされるというふうに、現時点では伺っておりますので、引き続き旺盛な需要というのは続くだろうというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。もう一つなんですけれども、車載用のリチウムイオン電池の利益率のこの第3クォーターでの改善、すごく大きくて、で、ご説明だと、ハイブリッド向けの数量の増加とか、あとは12ボルトの電池とか、ESS 向けの売上増加による LEJ の稼働率の改善などを挙げていただいたんですけども、何が一番寄与が大きかったと考えれば良いかというのと、この7% 強の利益率水準が来期にかけてもある程度持続性があるというふうに思って良いのかお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。いずれの今ご指摘いただいたいずれのポイントにつきましても、それなりのインパクトというのはあるというふうに思っています。ただ今回ですね、今我々足元の計画単位でいきますと、ハイブリッド車用リチウムイオンバッテリーは計画から相当物量が下がっています。前年から比べると大きく増えてるんですけども、下がっております。と言いますのも、これは新車メーカー様の半導体不足等々の影響が大きく、特に上期ですね、出まして、物量が減ったというところでございます。
で、加えて、これお客様の名前申し上げられませんけども、先方様の不正の関係でですね、物が納められなくなったということに対する、いわゆる、補填といいますか、売価の補填を今、交渉を重ねております。そういったところで、利益率が、いわゆる売上高、どうですかね、物はそれほど出てないんですが、売価がかなりアップをしたことで、利益率が改善をしているという側面が、今期はかなり強いかなというふうに思っておりますので、そういった面からすると、来期、いわゆる正常化、平時に戻れば、利益率としてはもう少し落ちる可能性が高いのかなというのは、現在の私の認識ではあります。ただし、利益額という面でいきますと、これはジェネリックに伸びていくだろうというふうに考えております。以上です。すいません。その、売価の補填の利益率のプラス分って、どれぐらい、もし可能だったらなんですけど、何ポイントぐらい上乗せになってますか？それはですね、それは控え時とさせていただきます。すいません。いや、すいません。わかりました。はい。大丈夫です。私から以上です。はい、ありがとうございます。そうしましたら、シティグループ証券、内藤様よろしくお願いします。お世話になっております。シティグループ証券の内藤です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まず最初の質問なんですけれども、ハイブリッドのところで前年からは上がっているけれども、計画比では下振れというお話でしたけれども、来年度以降の見通しというところは、中継でご覧になってらっしゃっていた計画のところに対して、どういうふうに、数量面の方で推移していくのかというところについてお聞かせ願えますでしょうか。で、合わせまして、中期的な、長期的なところですかね、になるかなと思うんですけれども、昨今やはりその Web の進捗というところよりもハイブリッドのところに改めて再注目というところもされてきておりますけれども、そういった背景でですね、何か御社の投資の進捗ですとか、方向性とかに今後変化が訪れる可能性あるのか、そういったところ、変化、そういうことを言われ始めて数ヶ月というところではありますけれども、何かお考えになっている点などありましたら、教えていただければと思います。はい。来期の物量に関しましてはですね、ちょっとまだこれ、今、新車メーカー様といろいろお話している状況でありますので、いわゆる中期経営計画発表時の見立てからそれほど大きくは変わってないのかなというふうに思います。ただ、先ほどちょっと申し上げました、一部納入ができなくなっているお客様、これがいつ再開できるのか、開始できるのかっていうのが一つポイントになるかと思います。で、加えて、これあるお会社様は、地域によっては非常に販売に苦しんでおられる地域もあるやに聞いておりますので、そういったところの回復がどの程度出てくるかというところが、来期以降の当社に与えるプラスのインパクト、マイナスインパクト、両面あろうかというふうに思っています。北米でどのくらいそのハイブリッド車が今注目が復活してですね、本当にどれだけ伸びるのか、そういったところまだ我々も見えておりませんので、これからそれを新車メーカー様と今後詰めていくというのが、予定でございます。ありがとうございます。今のところの補足の質問になるんですけれども、地域によって濃淡があるというお話もありましたけれども、確かに、中国等というところでは少し日系車のところがあまり、売れていないという話も、ありますけれども、今後、そういった逆にそのマイナス面というところがですね、構造要因になっていった場合っていうのは、それは中堅に対しては未達リスクというところになり得るのか、それとも、別途別の地域というところが好調だからそこは心配ないというふうに考えておけばいいのか、こちらについてはいかがでしょうか。そこはですね、もう、これは車の売れ行きそのもののお話に今のご質問になりますので、これはちょっと我々が、どうこう言えるお話ではないということで、ちょっとご理解いただければと思っています。ただ、我々は、もともとの新車メーカー様からのご要望に基づいてですね、いわゆる生産の構えを
取っているということからしたときに、あまりにも著しい減少等々が起こった場合は、しっかりと外貨は反映をさせていただくということをもう決めておりますので、大きく物量が減るようなことで、業績に影響を与える際には、そういったことも含めて、しっかりと対応していきたいというふうに考えております。ありがとうございます。私からもう1点なんですけれども、LEJ のところを改めてというところで一つお伺いさせていただきたいんですけれども、このタイミングでですね、こういった戦略取られたというところの背景で、今後 ESS 等の産業用向けのところの成長というところがより強くなってくるというところを見越しての、戦略なのか、それとも、やはり自動車のところでフレキシビリティを得るためというところなのか、どういった意味合いの方が強いのかといったところを、もし何か教えていただける点がありましたら、お願いいたします。なかなかちょっと契約に関わることもありまして、すべてお答えはできませんけども、これは我々からというところも、なくもないんですけども、三菱商事様は商社様でありますので、いわゆる、これまで約10年以上にわたって、いわゆるリチウムイオン電池の製造、販売に、一緒にタッグを組んでやってこられたというところであります。彼らとしてはおそらく、いわゆるバッテリーの製造そのものというよりは、もう少し、大きな目で、大きなビジネスの枠でですね、ビジネスをやっていきたいという思いが、強かったというふうに考えております。で、そういう意味で、いわゆる電池の純粋な製造においてですね、製造のビジネスにおいて、三菱商事様の果たしていただく役割というものが、一定、ないということもありまして、これは先方からも、今回、売却もさせていただきたいということもあり、我々としても、大容量から、小容量まで全て、GS 用差でコントロールができる。そういう体制に整えるということが非常に大きなメリットとしてありましたので、双方とも、ウィンウィンの契約となったというところであります。大変勉強になりました。ありがとうございます。私からは以上となります。はい、ありがとうございます。メディアの方からもご質問、他にございませんか？それでは日経新聞の小林様、お願いします。日経の小林です。どうもありがとうございます。2点よろしいでしょうか。どうぞ。一つは資料の10ページですけども、4級フォースクォーターの売上高と利益のことなのですが、海外の電池のことです。4級ですか？はい。はい、4級の予想です。はい。売上高がほぼ横ばいなのに、利益が増えて、大きく増えている見通しになっておりますけども、これは売価是正のお話はありましたけど、それ以外に何かあるんでしょうかというのが1点目の質問です。はい。売価の是正が非常に一番大きいというふうに考えておりますけれども、今回、中国の再編等々も含めてですね、いわゆるあまり収益の出ない、利益の出ないところからのリソースの、トランスファーといいますか、転換によりまして、利益率が改善をするというところが、大きいというふうに考えております。わかりました。ありがとうございます。2つ目は、15ページ、16ページですね。すいません。通期の修正について、配当金の修正についてもご説明がありました。はい。ここで配当成功は 24.8 で、かつ総還元成功は 26.6 ということでして、増配はなさったんですけども、中継で、確か4月に出した中継では総還元成功 30% を掲げたように思うのですが、ちょっと足りないような感じがするんですけども、この辺のお取り組みについてご方針とかお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。今年度ですね、市中で、特に12月に株式数が確定したということもありまして、
総還元成功が、じゃあ低めに出てるということになります。これ、中間配当が15円だったんですが、この時の株式数が8000万株、約8000万株。で、今度、期末配当する際は、おそらくと言いますか、増資後ですので、約1億株のベースとなるということで、これ、通期が1億株のベースですと、ちょっと S 型がちょっと変わってくるんですが、期中で株数が変動しているということもありまして、若干低めに出ております。これ仮の計算でありますけれども、仮に、期初から1億株、要は増資後の株数であった場合の、これ配当成功か。配当成功につきましてはもう少しアップすると。総還元成功もまたしかりというところでございます。3割をベースとして、どの程度適正水準を定めるかということで、今回もちょっと悩みましたけども、一旦は60円水準ということで、今後、バッテリー EV 向けの資金も相当程度必要となってまいりますので、かといって、株主向けの還元もしっかりやっていきたいと、この両方の思いの中で、今回、10円の増額に今、させていただいた、ある意味、とどめたというところではございます。ありがとうございます。よく理解できました。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、終了の時間過ぎておりますので、これをもって、終わらせていただきたいと思います。以上で、2024年3月期第3クォーターの決算不公開を説明を終了させていただきます。はい、ありがとうございます。本日はですね、お忙しい中、皆様ご参加いただきましてありがとうございます。今回、幸いにもですね、業績予想の情報修正できました。引き続き、企業価値の向上に向けて、我々、一丸となって取り組んでまいりますので、ご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。